はい、いらっしゃいませ。ごきげんよう。先日ライブ配信にて無事エンディングを迎えたマンドーン。ビジュアルの雰囲気はもちろん、ストーリーもなかなかに謎めいていて非常に楽しめました。このゲームはマルチエンディングなのですが、残念なことにライブ配信中はそのうちの一つしか見ることができませんでした。そこで今回はマンドーンの全てのエンディングとそれを見るための方法をまとめたので、ぜひご覧ください。またエンディングとしての分岐ではないのですが、プレイヤーの行動によって村の最後の姿が変わってくるので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。それでは行ってみましょう。まず最初はライブ配信でも見たエンディング。最初の選択肢はジョバンニが吊るされているシーン。ここでロープを切るか引き上げるかを選択することになるので、隠しきれないプレイヤーの善意をふんだんに醸し出し、恩着せがましく引き上げます。その後、老人と相対するシーンでフリューリナを助け、彼女の力により過去に飛ぶと、主人公の祖父が悪魔である老人と契約する瞬間に立ち会うことになります。ここで2つ目の選択肢、サインをするかしないかを選べるので、まやかしの正義心を発揮してサインをするなを選びます。真実の世界ではここでサインをし、村を救うルートを通っていったわけですが、プレイヤーの選択により真実とは異なる時間軸に向かうことになります。過去に戻って現在を変えてしまったのです。もちろんこの選択は老人の逆鱗に触れます。元はといえば、村を襲おうとしたのは老人が仕掛けた偽りの兵隊なので、何も起こられる筋合いはないのですが、悪魔に道理が通じるわけではないようです。これらの選択をすると、村が戦争で襲撃を受けたという歴史はなくなり、のどかで平穏な時間が流れる村へと変わります。祖父の葬式を済ませ、バスで町に帰ろうとする主人公。しかしよく見ると、バスの運転手は見慣れたチロルハットをかぶっているように見えます。そのまましばらく行くと、Mani Jones, dei neri!主人公は老人の手によって永遠に村に残り続けることになってしまうのでした。無事バッドエンディングにたどり着きました。ではグッドエンディングはどうやったら見られるのでしょうか。最初の選択肢はバッドエンディングと同じようにジョバンニを助けます。そして2つ目の選択肢、契約をするか否かのところで、敵の雪中行軍がまやかしであることをプレイヤーは知りつつも、サインしろを選べます。これによりソフラは騙された契約をすることになりますが、現在を変えることなく何事もなかった世界に戻ることになります。ただ老人はこれにより次の手を打つことをやめます。村には平穏が訪れ、主人公は元の生活に戻ることができたのです。これがグッドエンディングです。釈然としませんか。しかし過去に戻って現在を変えてしまおうなんて、人間がするにはおこがましいことなのです。さて、このゲームにはもう一つエンディングがあります。そちらも見ていきましょう。最後のエンディングは最初の選択肢でジョバンニが吊るされているロープを切ることで達成できます。ジョバンニを助けないことで主人公の左手は呪われたままになります。この状態でフリューリナを助けようとすると、逆に彼女自身が呪いに侵食されてしまうことになるのです。この後の契約のシーンではサインしろを選びましょう。サインするなを選ぶと強制的に最初のバッドエンディングに遷移してしまいます。ジョバンニが死に老人との契約が済んだ世界、現在は変わっていませんが、本来あるべき姿とは異なる世界が生まれるのです。このチロルハット、どこかで見た覚えないですか。このまま葬式を終わらせバスに乗ると、フリューリナを乗っ取った老人に見送られ、呪われた左手のうずきを抱えながら主人公は生き続けることになるのです。さてエンディングは以上です。しかしこのゲームにはこれ以外にもプレイヤーの選択により変わる未来があります。一つはジョバンニの家の地下の絵です。助けても助けなくてもこの地下室に入る方法があり、そこには燃え上がる祖父の納屋の絵があります。これを破くと納屋が燃えたという事実が消え、祖父は棺桶の中で安らかに眠った状態になります。主人公の当初の目的はこれで果たされるのです。これって現在を変えたことにならないのとも感じますが、過去に戻って変えたのではなく、ジョバンニの能力を使って復元したという扱いになっているのかもしれません。もう一つはジョバンニをいかつか殺すか。ジョバンニを助けると主人公の左手の呪いは解け、フリューリナを助けることができます。しかし殺してしまうと呪いはそのままとなり、あろうことか老人をフリューリナに乗っ取らせる手助けをすることになるのです。殺してしまった後はフリューリナは常にチロルハットをかぶるようになり、バルターも様子が変わったというようになります。また生かしておくと葬式の日には高いところからその様子を見下ろすジョバンニの姿を見ることもできます。
以上がマンドーンの全容になります。ちなみに日本語版で最後にバスに向かおうとすると、途中で「かかしと一緒に歩くと笑われる」といった旨のセリフが表示されます。ライブ配信の時はこの謎が解けず、結構頭を悩ませたのですが、試しに英語版にして表示したところ、このようなセリフになっていました。The Hayfork とは干し草用の熊手のことで、主人公が敵と戦う時に振り回したあのフォークのことになります。なぜかかしなのかは分かりませんが、おそらく誤訳かな。バスに向かう前に片付けておくとこのセリフは表示されませんでした。そんなわけで今回はマンドーンの全エンディングとその出し方について解説してきました。この動画がお役に立てましたら、ぜひとも高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回。そんなここで用を足す意味あるのか。よいしょ。じゃあここでセーブしたかったな。ここでセーブできると嬉しいんだよな。うわ、ビビったビビった。